1番は手あげるです。これは初級の日本語の教科書に必ず出てきますね。手形プラスあげるで何か行動を相手に与えるっていう意味で使いましたね。手伝ってあげる、洗ってあげる、見てあげるのように使いました。でも実はこの表現、日本人が聞くと、わあ、言った人ちょっと偉そうだな、傲慢だな、上から目線だなと思って嫌な気持ちになります。だから注意が必要です。例えば会社で上司に、あ、部長、手伝ってあげましょうかと親切な気持ちで聞いたとします。そうすると日本人だったとしたら、手伝ってあげるとは何事だ、ちょっと言い方が失礼だぞと上司から怒られてしまうかもしれません。皆さんが外国人だったらそんな風に怒られることはないですけれども、日本人は怒ったり顔に出さなくても心の中で嫌だなぁと思っています。注意してくれなかったらずっと気づかず日本人を嫌な気持ちにさせ続けてしまうので、くれぐれも気をつけてくださいね。先ほどの例は手伝ってあげましょうかは失礼なので、こう言ったらいいと思います。よかったらお手伝いしましょうか、手伝いましょうか。友達の場合だったら手伝おうかっていうふうに移行形プラスかを使うととってもいいと思います。次に2番目に紹介するのが暇ですか、この表現です。これも教科書に暇なっていう形でよく出てきていますが、実は暇なっていうのはやることがなくてダラダラしているっていう意味が含まれています。だから時間がありますかという意味で暇ですかって聞くのはあまりおすすめではありません。だから会社などで上司に時間がありますかというふうに聞きたくて、暇ですかって聞くときっと上司はこう思います。だらだらして何もやることがないとでも言いたいのか。俺だって忙しいんだ。ほんと失礼なやつだな。こう思っていて注意されることもありますが、心の中ではこう思っていても日本人は顔に出さない時もあるので注意してください。上司などの年上の人に聞く場合は暇ですかではなくて、すみませんが今お時間ありますか、今お時間ございますか、もしくは今よろしいでしょうかというのがおすすめです。とっても丁寧です。予約などをする場合は、例えば来週の金曜日空いていますかなどというととっても自然です。友達との砕けた会話の場合は今時間あるとか、約束する場合は来週の金曜日空いてるなどと言うといいです。次に紹介するのは3つ目、さようならです。これは必ず教科書の第1課、第2課などに出てきますが、日本人は実際には全然使いません。さようならは実際には全然使いませんが、ドラマなどのセリフで失恋した時にさようなら、君とはもう会わないなどと使われて、さようならを使うともう二度と会わない、長い間全然会わないっていうイメージになってしまいます。日常生活で使うととっても不自然ですよね。砕けた会話ではバイバイ、またね、また来週などが自然です。また会社やアルバイトなどを去るときにさようならではもう退社して二度と戻ってこないのかって思われてしまうかもしれないので、お先に失礼します、お疲れ様でしたなどというのがおすすめです。次に紹介するのは4つ目、さんです。これは男女ともに使えるとても丁寧な呼び方です。田中さん、山本さんなどと使いましたね。でも注意することがあります。これはアジアなどでも共通していると思うんですが、お医者さんに対して田中さんなどと言ってしまうととても失礼になります。お医者さんの中にはこう思ってしまう人もいるかもしれません。私は医者に見られてないんだろうか、舐められてるのかな。例えば、医師、博士、教授、上司、先生などに対しては、田中先生、田中博士、田中教授、田中部長などというのが丁寧でおすすめです。はい、次に紹介するのは5番目、男女です。
これも必ず教科書に出てきますよね。でも注意が必要です。例えばこの絵を見て、あの男は眼鏡をかけている、あの女は髪が長いと言ったら、日本人はどう思うと思いますか？わー、下品な言い方と思われてしまいます。あの女は綺麗だなぁなどと言うととっても下品に聞こえますし、あの男が来たっていうとニュアンスとしてその男の人のことがあまり好きじゃないっていうことが日本人にはわかります。またニュースなどでは男が金を奪って逃走中などと犯人に対して男、女は使われます。ではどのように言えばいいでしょうか？おすすめは男性、男の人、女性、女の人を使うことです。例えばこの絵を見て、この男性は眼鏡をかけている。この女性は髪が長い。このように言うと下品なニュアンスや失礼なニュアンスはありません。はい、次に紹介するのは6番目、あなたです。これも教科書に必ず出てきますが、日本人が使うことはほとんどありません。だからこの絵みたいにあなたも一緒に歌いましょうよなどと言うとちょっと不自然ですね。関西では一度も聞いたことがないですけれども、テレビドラマなどであなたご飯にしますか、それともお風呂にしますかみたいに奥さんが旦那さんに向かってあなたって言ってるのはテレビの中で聞いたことがあります。日本人はあなたを使う代わりに名前で呼びます。例えば田中さん、太郎くん、花子ちゃんなどといった感じです。仲良くなっていればあだ名で呼ぶことも多いです。はい、という感じで今日は1から6まで手あげる、暇ですか、さようなら、3、男女、あなたについて勉強しました。登録してくれれば教科書に載っていないような役に立つ日本語の勉強がプロの講師から無料で受けられます。また次の動画で会えるのを楽しみにしています。またね。